皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。早速ですが、サンワード貿易様から講演のご依頼をいただきました。5月15日水曜日となっています。参加は無料となっていますので、概要欄からアクセスしていただき、ぜひご参加くださいね。今回は、碧桂園とバイトダンスのお話となります。碧桂園は財務諸表が未だに出されていません。TikTok はアメリカから締め出されます。米中対立が先鋭化していますね。それでは始めます。碧桂園、現建て再建さらに延期、破産近づく。中国の大手不動産開発業者である碧桂園空港、カントリーガーデンホールディングスは、経営難を背景に、現建て債3銘柄の支払いをさらに延期し、9月までの延長を、社債保有者の承認を得て、実施することを決定しました。この措置により、同社は必要な資金調達のための時間的な猶予を確保しています。昨年9月には、碧桂園は総額108億元、約14億9000万ドル、2268億円にも上る現建て債、8銘柄の満期を3年延長することで債権者の同意を得ており、この度の3銘柄に関する支払い延期もその一環です。当初、これら3銘柄の元本及び利息の支払いは、3月と6月に予定されていましたが、それが延期された経緯があります。さらに、中国メディアによれば、昨年確定された満期延長計画に基づく支払いが、この月に2銘柄で延滞しており、30日間の猶予期間が与えられている状態です。この動向は、中国不動産市場の経済的圧力と、国内大手不動産企業の流動性危機を示すものとみられます。先日は、決算が行えませんでしたが、ますます厳しい状況になりつつありますね。資本主義国なら完全に破産ですが、中国ならではのゾンビルールにアンブレラ社もびっくりです。武漢からはバイオハザードしましたが、取引関係の売掛金とか買掛金はどうなっているのでしょうね。銀行借入なども気になります。これは碧桂園だけでなく、恒大集団、郵送中国、バンカ集団などの不動産トップ企業、すべてに言えることです。裾野が広い。不動産業ですし、中国の GDP の 20% から30% と言われていた分野ですので、GDP の2600兆円の 30% って780兆円ですからね。日本の GDP を凌駕するほどです。不動産下落などを見ていると、20% マイナスで156兆円ですよ。一体、どこが、この金額を稼いでいるのでしょうか。どこかで金融収縮が起こった時には、信じられない崩壊を迎えることになるのでしょうね。それまで頑張って情報を伝え続けますね。中国第1四半期の税収マイナス 4.9% の102.9兆円。中国の財政省が発表した第1四半期の財政収入は、前年同期比で 2.3% の減少を記録しました。この減少は、主に、減税策などの特殊要因によるものです。具体的には、税収が 4.9% 減少して4兆9000億元、約6764億8000万ドル、102.9兆円に達しました。副大臣の大戸上氏によると、文化、観光、先端製造業からの税収が増加しているものの、2023年の減税措置など特殊要因を除くと、財政収入は約 2.2% 増加したとされています。財政支出は、前年同期比 2.9% 増の約7兆元であり、1から2月の 6.7% 増からは大幅に減速しています。147兆円の財政収支となりますね。地方政府の特別債の発行は、地方プロジェクトの資金需要、債券市場の金利、建設状況への季節的影響により、低調であったと説明されています。新型コロナの影響により、毎年年初の債券発行量が増加したことが、ベース効果として指摘されています。技術主導の産業革新を支えるために、技術革新と製造業の発展を減税や手数料の引き下げ政策で強化するとされています。また、昨年発行された1兆元の国債は、2月末までに地方政府に交付され、防災・緊急管理への割り当ては、第1四半期に
53.4% 増加したと報告されています。ベース効果について説明しましょう。ベース効果とは、経済指標やその他の時系列データの変化率を計算する際に、基準となる期間のデータが、特異な状況により、通常と異なる値を示している場合、その影響で変化率が正常でないほど大きく見えたり、小さく見えたりする現象です。例えば、前年の同じ期間に、経済活動が大幅に縮小していた場合、その後の回復期には、成長率が通常よりも高く見えることがあります。まさに、コロナの時は、そうですね。しかし、GDP が5.3% 成長している中国でも減税してるなんて、どういうことなんでしょうね。我が国の場合、官僚が天下り先を退職して、さらに退職して、退職金。どうしてもお金が必要なんでしょうね。そのために、子供関連予算がついているのでしょう。それは置いておいて、税収が減っているそうです。現在、中国では小規模、零細企業や個人事業者への支援策が継続して強化されています。2023年7月31日には、10項目の新しい支援措置が導入されました。これには、個人事業者の個人所得税を半減する条件の拡大や、小規模納税者の増値税の減免措置などが含まれ、これらの政策は2027年末まで延長される予定です。2023年上半期の新たな減税や費用引き下げの総額は、9279億元、19.4兆円であり、そのうち小零細企業と、個人事業者を含む民営経済への支援が、7049億元、14.8兆円に上ります。景気が悪い時に減税するのはわかるのですが、中国は GDP が上向いていても、減税するのですね。以前は 7% 成長しないと、成長しないなんて、意味のわからないことを言っていましたので、マイナス 7% くらいで考えるのが、本当の成長率、なんじゃないかと、私は思っていますけどね。どこで臨界点を超えるのかが見ものですが、TikTok、アメリカで成立した法案、意見表明。中国企業バイトダンスが運営する動画配信アプリ、TikTok は、アメリカで新たに成立した法律により、大きな転換点を迎えています。この法律は、TikTok が、アメリカでの事業を売却しなければ、その利用を禁止するという内容で、中国政府とのデータ共有の懸念が主な動機です。バイトダンスは、公式に、TikTok の売却計画は存在しないと明言し、一部メディアの報道を否定しました。この報道によると、TikTok の重要なアルゴリズムを抜きにしての売却が検討されていたとされますが、これもバイトダンスは否定しています。また、TikTok はアメリカで成立した法案を違憲と位置づけ、法的措置を取る方針を示しています。この法案が施行されれば、TikTok は9ヶ月以内に売却を完了しないと、アメリカ国内でのサービス提供が禁止されることになります。TikTok は以前から自社が中国政府の影響下にないと主張しており、株式の大部分が国際的な投資家によって保有されていることを証拠に挙げています。さらに、TikTok の閉鎖がアメリカの経済や言論の自由に与える影響を強調し、法案の不当性を訴えています。法案による売却の期限は、2025年のアメリカ大統領就任後が予定されており、この問題は、今後も大きな注目を集めることでしょう。日本の経団連企業バイトダンス。情報漏洩し続けるライン。この国はダメだな。以前は、どうにかしないと、本当にダメになると思っていましたが、ここに至っては、日銀の無能さも相まって、これは無理だなぁと感じることが多いです。バイトダンスは、中国のテクノロジー企業で、特に動画共有サービスのTikTok で知られています。この企業は2012年に設立され、短い期間で世界最大のスタートアップ企業の一つとして成長しました。バイトダンスは中国国内でドウオン、ドゥインという名前で知られる TikTok の中国版を運営しており、ユーザーは15秒程度の動画を投稿や閲覧ができる SNS アプリです。2012年3月に北京市海底区の中積村エリアで設立されました。2023年の年間利益は約 60% 増え、
利益は6兆円を超えています。問題点についてお話ししたいと思います。TikTok の問題点とアメリカにおける禁止の背景には、主にデータの安全性とプライバシーの懸念があります。アメリカ政府は TikTok がユーザーの検索履歴やキー入力などの個人データを収集し、それが中国政府に送られる可能性があると懸念しています。また、バックドア、裏口が仕掛けられており、中国政府がユーザーデータにアクセスする可能性があると指摘されています。これらの懸念により、アメリカでは TikTok に対する安全保障上の問題が議論され、アプリの使用が禁止される方向で動いています。特に政治的な背景も影響しており、フォーブスによると、実際にデータが流出しているかどうかの確証はないものの、潜在的なリスクが理由で禁止が進められていることが述べられています。アメリカは排除。日本は経団連企業として政権に要望をする側です。この違い。2023年の TikTok のアメリカでの売上は約160億ドル、約2兆4000億円に達したと報じられています。この売上は、英紙フィナンシャルタイムズが内部情報に基づいて報じたものです。また、TikTok ショップという e コマースプラットフォームの導入により、アメリカ市場での売上増加が期待されていましたが、いくつかのブランドは、売上の増加がそこそこであると述べています。アメリカの締め付けが強くなっていきますね。ロシア系の企業と取引のある銀行も制裁する可能性を示していますので、どんどん経済的にアメリカは締め付けています。本日の動画はいかがだったでしょうか。お気に召しましたら高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。